皆さんこんにちは。日常の日本語チャンネルへようこそ。ゆいです。こんにちは、あきらです。今日もリラックスして自然な日本語の会話を楽しんでいきましょあきらさん、今日は少し面白いテーマについて話したいと思っているんです。う。どんなテーマですか？最近、私の周りで結婚はしなくてもいいかなと言っている友達がすごく増えているんですよね。なるほど。確かにニュースやネットの記事でもよく見かける話題ですね。そうなんです。昔は大人になったら結婚するのが当たり前という雰囲気がありましたよね。ええ。でも今はライフスタイルが多様化して、結婚するかどうかは個人の自由という考え方が強くなっています。私自身もいつかは結婚したいなと思う反面、今の自由な生活を手放すのは少し怖いなって思う時があるんです。その気持ちはすごくよくわかります。何かを新しく始めるには、今まで持っていたものを手放さないといけないこともありますからね。そうですよね。だから今日は今の若者がどうして結婚に対して慎重になっているのか一緒に考えてみたいなと思って。いいですね。とても現代的で共感する人も多いテーマだと思います。皆さんの国ではどうですか？ぜひ自分の国の状況と比べながら聞いてみてくださいね。まず、どうして若者が結婚しなくなってきたのか、一番の理由は何だと思いますか？私が思うに、結婚が必ずしなければならないものではなくなったからだと思います。なるほど。人生の選択肢の一つになったということですね。はい。昔は結婚して子供を育てるのが一番の幸せだという考え方が強かったじゃないですか。そうですね。社会全体にそういうプレッシャーがありました。独身でいると周りから心配されたりして。でも今は仕事でキャリアを積む幸せもあるし、趣味に生きる幸せもあります。確かに。いろいろな幸せの形が認められるようになりましたよね。ええ。だからこそ自分の今の生活が十分に楽しいと、わざわざ結婚して環境を変えなくてもいいかなって思ってしまうんです。現状維持、つまり今の状態を保ちたいという気持ちですね。それはすごく自然な感情だと思います。私の会社の先輩も今年35歳なんですけど、一人でマンションを買って可愛い猫を飼い始めたんです。それは充実していますね。自分の城を手に入れたという感じですね。そうなんです。彼女が言うには、自分のペースで生活できるのが一番の贅沢だって。それを聞くと私も共感しちゃいます。誰かと一緒に暮らすということは、相手のペースにも合わせる必要がありますからね。妥協したり我慢したりすることも増えます。そう。だから結婚が選択肢になったことで、みんな本当に結婚したいのかを真剣に考えるようになったんだと思います。なるほど。考えずにただ結婚するのではなく、自分の人生にとってプラスになるかを慎重に判断しているわけですね。あと、アキラさん、もう一つすごく現実的な問題があると思うんです。お金のことです。経済的な理由ですね。それは日本に限らず、多くの国で若者が抱えている悩みだと思います。実は、先月仲のいい友達の結婚式に出席したんですけど、お祝いのお金やドレス代でかなり出費があったんです。日本の結婚式はゲストもお金がかかりますからね。ご祝儀、つまりお祝いのお金がけで数万円包むのが普通ですよね。そうなんです。でもゲストの私が大変なら、結婚する本人たちはもっと大変ですよね。式場の費用とか新居の準備とか。そうですね。それに結婚した後も生活費がかかります。今は物価も上がっていますから、不安を感じる若者が多いのも無理はありません。特に将来子供が欲しいと思ったら教育費もすごくかかりますよね。
だからこそ今は夫婦2人で働く共働きが当たり前になっています。私の両親の時代はお父さんが外で働いてお母さんが家を守るという家庭が多かったみたいですけど、今は違いますよね。はい。今は一人の収入だけで家族を養うのはかなりハードルが高いです。共働きになると、今度は家事や子育てをどう分担するかという新しい問題が出てきますし。その通りです。仕事もして家事もしてとなると本当に忙しくなりますからね。だから私の周りの友達も、自分の収入がもっと安定してからじゃないと結婚は考えられないっていう人が多いんです。真面目に将来を考えているからこそ一歩踏み出すのをためらってしまうんですね。言葉を変えれば責任感が強いとも言えます。ああ、なるほど。結婚したくないわけじゃなくて、責任を果たす自信が持てるまで待っているという見方もできますね。そうですね。経済的な安定は心の余裕にもつながりますからね。経済的な理由も大きいですけど、もう一つ、今の日本社会の特徴が関係している気がします。特徴ですか。例えばどんなことでしょ一人でも生きていきやすいというか、一人で楽しめるサービスが多すぎることです。う。確かに。最近はソロ活という言葉もよく聞きますね。一人で活動するという意味です。そうなんです。一人カラオケ、一人焼肉、一人キャンプなんていうのもありますよね。以前はレストランに一人で入るのは恥ずかしいと思う人も多かったですが、今は一人用の席があるお店もたくさんあります。私も休みの日は家で一人で映画を見たり、好きなカフェで本を読んだりするのが大好きなんです。誰にも気を使わなくていいから本当にリラックスできますよね。そうなんです。それが心地よすぎて、誰かと一緒に住んで、テレビのチャンネルを譲ったり、食事の時間を合わせたりするのが面倒に感じちゃうんですよね。一人に慣れすぎてしまうと、他人との共同生活が一種のストレスになってしまうんでしょうね。私なんて趣味の推し活、つまりアイドルやキャラクターを応援することにお金と時間を使いたいから恋愛はお休み中って決めている時期もありました。なるほど、推し活ですね。恋愛や結婚じゃなくても情熱を注げる対象がたくさんある時代なんですね。それに今はスマートフォン一つあれば SNS で友達といつでもつながれますし、全然寂しくないんです。確かに。昔は一人だと寂しいから結婚したいという人も多かったですが、今はその理由が少なくなっているんですね。便利で楽しい社会になったからこそ結婚のハードルが上がってしまったというのはなんだか不思議な感じがします。社会が豊かになったことの一つの結果なのかもしれませんね。でもアキラさん、若者が全員絶対に結婚したくないと思っているわけではないと思うんです。そうですね。アンケート調査などを見ても、いつかは結婚したいと答える若者はまだ多いです。じゃあもし結婚するとしたら、今の私たちは結婚に何を求めているんでしょうか。ゆいさんはどうですか？どんな相手あるいはどんな関係が理想だと感じますか？私ですか？一番は対等なパートナーでいられることですかね。対等なパートナー。それはつまり役割を固定しないということですか？はい。男性だから働く、女性だから家事をするみたいな古い考え方じゃなくて、お互いの得意なことや状況に合わせて協力できる関係がいいです。それは素晴らしいですね。お互いの人生を尊重し合いながら一緒に生活を作っていくというスタンスですね。そうなんです。私が仕事を頑張りたいときは応援してほしいし、逆に相手が大変なときは私が支えたいなって思います。精神的な支え合いですね。一人でも生きられる時代だからこそ、結婚には心の安心感を強く求めるのかもしれません。本当にその通りだと思います。一人でも楽しいけど、二人だともっと心が安心するみたいな。
昔は生活するための結婚という側面も強かったですが、今は心を豊かにするための結婚へとシフトしているんでしょうね。だからこそ、焦って誰かと結婚するんじゃなくて、本当にこの人と一緒にいたいと思える人をゆっくり探したいんです。すごく健全な考え方だと思います。妥協せずに自分にとってのベストな選択をすることが一番大切ですからね。実は私のいとこが最近結婚したんですけど、すごく参考になる話を聞いたんです。どんなお話ですか？彼女も最初、自由な時間がなくなるのが嫌で、結婚したくないって言ってたんです。ゆいさんと同じような悩みを持っていたんですね。そうなんです。でも、旦那さんになる人と、お互いの趣味の時間は絶対に邪魔しないというルールを作ったら、すごく楽になったって。それは素晴らしいアプローチですね。ただのルールというより、お互いを尊重するための約束ですね。はい。休日の午前中は、それぞれ好きなことをして、午後から一緒に買い物に行くとか、そういう適度な距離感を保っているそうです。なるほど。結婚したからといって24時間ずっと一緒にいなければならないわけではないですからね。その話を聞いて、私も少し安心しました。自分のスタイルに合った結婚の形を作っていけばいいんだなって。そうですね。世間の常識にとらわれず、自分たちなりのルールを作ることが長続きの秘訣かもしれません。いつか素敵な人が現れたら、私もそんな風に話し合ってみたいなって思います。きっと、ゆいさんにぴったりのパートナーが見つかりますよ。ありがとうございます。焦らずに自分のペースで生きていきます。それが一番大切ですね。さて、今日は現代の若者は結婚したいのかというテーマで話してきました。経済的な理由や一人の時間の楽しさなど、結婚に踏み切れた理由は人それぞれでしたね。はい。でも結婚を完全に否定しているわけではなくて、自分に合った新しい形を探している段階なんだと気づきました。皆さんは今日のテーマについてどう思いましたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や皆さんの国の状況を教えてください。いろんな国の恋愛観や結婚観を知るのは私たちもすごく楽しいのでお待ちしています。そして日本語の勉強に役立てていただけるよう、今日の会話のスクリプトはコメント欄の一番上に固定してあります。ぜひスクリプトを見ながら私たちの発音や自然な表現を復習に使ってみてくださいね。このポッドキャストが役に立ったと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。皆さんの応援が私たちの力になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。またねー。